皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。今週は3回にわたりスペシャルゲストとして元読売ジャイアンツの選手で労働組合日本プロ野球選手会を立ち上げ初代会長を務めた中畑清さんをお招きしております。そしてその選手会設立のノンフィクション労組日本プロ野球選手会を作った男たちを書かれた木村幸彦さんにも参加していただいております。エピソード2は労組選手会40周年を振り返るストライキ東日本大震災 WBC です。それでは皆さんどうぞ。その後、FA 制度もできるようになり、こう、いろいろ改革が進んでいったわけですけれども、一番大きな、事件として、ストライキっていうものもありました。それから、広島か、そのストライキの時っていうのは私もかなり動いたって言ったら、それこそそれほどできたもんではないですけれども、選手会の方に招かれて、講演をしたりとかもしたんですけれども、これはどう見ておられましたですか？初代委員長を辞めた後は。いや、この時期が来たなということですごく嬉しく思ってたことがありますね。最初、作りたての頃は、ストライキの権利っていうのは、選手会を組合を作れば、自動的に権利を得るわけですよ。でもそれを表立って、いきなりマスコミとか、いろんなことで、これからストライキやってでも戦いますとか、いう圧力かかったような勢いで話をしたら、絶対、さっき言った世間の人たちには伝わらないだろうなって。これだけ恵まれた環境の選手が何がストライキだとか、ファン無視で、そういう空気を与えてはいけないなということを私の中では我慢してた部分があるんですよ。でも、やっとストライキを胸を張って言って対等に戦える環境で、ストライキができたっていうのは、野球界にとっては選手会がなかったら、どういう方向に行ってたかわからないなって、今でも古田よく頑張ったなって、こういう代理で言ってあげたかったですね。なるほどね。そうですね。そうですね。そういえば、本当、選手会が生まれて、労組が生まれた、労働組合が生まれた時なんていうのは、一体何やるんだっていう人の方がまだまだ多かったというような時が、それが、巨人が中心になってあるという言い方もできると思いますが、プロ野球が縮小し始めたんですね。12球団を減らして1リーグ制にしようと。それを小さくするのはいけないから、12球団のままやろうというところでストライキっていうのが生まれてきたって。それが、ファンからすごく支持されたっていうところがあるんですね。これはやっぱり大きな事件だったっていうふうに思われておるわけですね。その時に選手会という形がなかったら、あれはやっぱり押し切られていたんじゃないかなと、8球団1リーグ制になってたんではないかなというふうに、そのぐらいの動きがありましたから、それを阻止して継続できたっていう、今の形を継続できたっていうのは、やっぱり選手会のストライキで主張した、形がファンと共に認めてくれたんじゃないかなという気がしますからね。なるほどね。そのストライキの後にも、例えば、東日本の大震災がありました。あの時には、開幕の日にちをですね、セリーグは、遅らすな、公式戦やるんだと言われてたのを、あれは、その時の委員長は、新井さんですね。今、東都カープの、監督されてる。彼がセ・パ両リーグ一緒に、開幕戦をずらして、震災のことがあったからずらしてやるっていうのを、これもやっぱり選手会としては主張して通したわけですね。このあたりだんだん選手会ってやっぱり大きく成長してきたっていうのは、
もう見守っておられて、やっぱり、なんていうんですか、満足されたとは言いませんけれども、よくやってるなという感じで見ておられたんですか？いや、一番嬉しく感じているのは、そういう、戦う姿勢っていうか、いいうん。方向へ向かおうとする動きに対して、はい。みんなを同調させるだけの力をつけてきたなって、マスコミが取り上げてくれある、その対応する一番の目玉になってるのは選手会だっていうのは、私は嬉しかったですよね。なるほどそれまね。では取り上げてもらえない世界でしたから。はい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 。注目もされない、取り上げてもらえない、うんうん結果も伴わないという、うん。何もなしなしなしの世界だったですかうら、そういん。った意味では、中心の存在感のある組織になってきたなっていうところが、すごく手応えとして感じたんで、うん。嬉しかったなっていうのは、今でも感じてますけどね。なるほどね。今、はい。なしなしなしの世界って言われたっていうのが、これ見ておられる方には、プロ野球ファンの方には、ってちょっと思われた方もあるかもしれないうん。けれども、うん。例えば、スケジュールを決めたりとか、オールスター戦を決めたりとか、日本シリーズをどうするかとかで、もう全部、球団側がやっていたわけですよね。選手のもう全部聞く声は、もなんです。一方的に。組合ができるまでは選手の声っていうものが、聞かれることは、はなかったわけですよね。反映されないですよね。なるほどね。提言しても、はいはいはい。はいで終わりで、うそこん。で遮断されて、権利の主張なんていうのはほとんど一つもなかったとな断るほど。言してもいいぐらいですよね。なるほどね。はい。それで、もうすぐ、WBC なんかがまた、メディアにも騒がれる時代になったですけれども、はい。その WBC でギャランティーもなかったし、え出るか出ないかも選手が言えなかったと。うん。そんなことも、それこそ、荒井委員長が中心になって、WBC も出なくってもいいから主張しなきゃいけないとやったと。はい。これもやっぱりかなり強い、組合の力を得たというふうはい。に思われたんじゃないですか？どうですか中畑さん。私はね、一番、こうやって玉木さんも今取り上はい。げてくれるじゃないですか。あだからマあ、スコはい。ミが味方になってるなっていうのが一番嬉しいんですよ。なそれるほど。は選手会の存在を認めてるからこそだと思うんですよ。はい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 。それまでは恵まれた環境のプロ野球選手が何を言ってんだとはい。いうのが世間の見方だったと思うんですうけど、ん、そうじゃないんだと。選うん、手会は正しい方向を向いて、野球界をいい方向へ、それから選手にもプロ野球に入ってよかったなって思わせるうような世界ん、を作っていくんだというん。う夢のある世界ですよ。本当の意味でのね。なるほどね。それにはやっぱりある程度の保証とか、いろんなはい。ことが、制限されていかなかったら、この組織は良くならないんですよ。ああ、そうですね。だからそれが少しずつ皆さんが理解してもらえてうん、応援団になってくれてるなっていううん、のが最近の報道とか見ると、常に、選手会側について、対応してくれて応援してくれてるメッセージが多いんで、うん。やっと認められたかなという40年経ってますけど、なるほど。やってきたことは間違ってなかったなっていうことを今実感してます。なるほどね。でも、今40年経ったけれどもって言われたのは、本当長いのか短いのかわかりませんけれども、今、選手会の力が、もうなんだかまともになってきたと言いますか、うん。当はい。然あるべき姿になってきたそうです。というはい。ことが言えるわけですね。木村さんどうですかそれを感じてます。今のは、中畑さんの話聞いて。うん。まあ、この40年のはい、間でやっぱり勝ち取ってきた権利、はい、だからもう当時の選手の年俸と比べるともう天文学的な数字になってますよね。そうですね、はい、はい。で、にもかかわらず、選手間に対して非常に好意的な目が、降り注いでいるというのは、やっぱりうん、これ、選手の置かれている立場に対して共感してくれてるという、かつてうは本当にん、査定の仕方もね、めちゃくちゃで、はい、永田さんたちが立ち上げた時ですね、はい。ロッテにいた高橋選手というキャッチャーのはい。方が、はい。まあ、公開がこじれたらいきなりクビにされちゃったとか、はい。でも何も文句が言えなかった。うん。で、今はもうちょっと FM の絡む時代になって、時期になると、中日の柳投手は去年3勝しかしてないんですけど、はい。
FA 年ということもあって、今年年俸が1億上がったんですよ。おー、そうか、そうか。はいはい。かつてはありえないことですようん、ね。まあだから、それに対しての、是非はともかくとして、うん、まあそれだけ今の、恵まれた環境をやっぱ享受しているということを、うん。今の選手に知ってほしくて、自分はこの本を書いたというのもありますね。あ、この40年、なるほど先人たちがね。ね、どれだけ身を粉にして、現役生活の中に戦ってきてくれたから、あなたたちは今、それを受けているんだよということを、あまりに知らない人たちが多すぎたとうん。思うんですね、これも。なるほど。いや、うん。そのあたりは私自身も野球の取材をたくさんしてきた人間として、非常に恥ずかしく思ってます。それこそ木村さんの本を読んで初めて知ったことがあまりにも多くて、それこそ木村さんといえば、もうサッカーのジャーナリストじゃないかとぐらい思っていた人に、野球のことをこんなに書かれて、悔しくも思ったというところがあるくらいのものなんですけれども、中畑さん、はい。今後のプロ野球選手会のあり方として、どういうことが問題になると思っておられますか？例えばどうでしょう。年金制度なんていうのはまだメジャーに比べて、非常に弱いところがありますよね。これもうそなんかも、れ言われるとね、すごくはい。寂しい気持ちになっちゃうんですよね。ああ、そういうやっぱと、り年金制度ってアメリカの場合、ゴルフでも、ゴルフ界でもメジャーでもすごいじゃないですか。そうですね。何の心配もなく老後を過ごせるというぐはい。らいの金額の、ね、そこまでは望んでませんけど、はい。終身年金できちっとある程うん。度プロ野球の OB としてこれだけうん。やった人間には保証がありますよというものは残しておきたかったんですよ。置いてなるほど。ほしかったんですよ。はい、はい。それが、まあ、削除されてしまったという、年うん。金拠出するのに、その財源を拠出するのに、もうそこが見えてるとはい。いうことでなくなってしまったらしいんですけど、だから要するに、こういう時うまく、こそ、うん。企業とうん。なんて合体して、うもっとん。捻出するための方法とか、うん。話し合いをしながら、うん。なくさない方向へ導いていかなかったら、存在感がないじゃないですか。一番大事な部そうですね。分は、僕はなぜそれを断ち切ってしまったのかなっていうのがね、すごくうん。残念で。それもあ私の中の夢の一つだったんですよ。あ、ああ、そうですか。要するに、12球団の親会社としては、日本の一流企業もあるわけで、その人たちが雇っているプロ野球選手の年金というものうん。を、12球団の親会社と、それと、NPB の機構ですね。一緒になってやったら年金制度作れるんじゃないかといや、あいうようったんですよ。なところ。年金制度あったんですよ。あった、はい。低いんですけど、はい。まあ、10年頑張ったら、12万か15万ぐらいまで、月に、はい。終身年金で、その形はあっなる。たんですよ。はい。それをあ、潰しちゃった。放棄したんですよ。うん。それは財源確保が難しいと、12球団の理事会かなんかで決められて、なそれを一方るほど。的にうん。同調しちゃったんですよ。うだからん。そこでなぜ戦わなかったのかなっていうのが僕の残ああ、念な気持ちなんですよ。それなるこそほど。選手会の組合を作った以上、それを戦って拠出するたうん。めに、例えばオールスターを1試合増やして年金にあ、当てるとかいうなる方ほど。法とか、方法をね、いくらでもね、考えたらあるんですよ。はい、はい。うん。だからそういう努力をした上で、初めてどうしてもダメだっていうことの流れを説明してもらって、亡くなったんだったら私も納得いくけども、はい、は何もい。なくて、亡くなったっていうニュースだけ出てきたんで、なるほど僕はそね。れがね、寂しくて、で、なるほ今、私とっくに辞めてんだけど、ど。うん。先輩方から言われるんですよ。なんで年金なくしたんだって。あ私に関わってない。私は逆に上げた方なんですよ。3万円年金だったらものを15万まで上げたんですから。あ、はい、はい、はい。それがね、今でも怒られてるっていう。いや、私が怒りたいですよ、本当は。いや、なるほど。なるほどね。ということは、ええ、まだまだやるべきことはまだまだあるぞということでそうすね。ですね。もっとねえ。夢のある世界を
作っていかなきゃいけないんじゃないかなと。そうですね。長い目で見ても、プロ野球に在籍してよかったなって思ってもらえる世界を日本プロ野球は作っていかなきゃいけないなというふうに思いますけどね。どうですか、木村さん、今の中田さんの話を聞いて。そうですね。やっぱり年金の問題っていうのはかなりね、深刻で、これ、セカンドキャリアの問題にも絡んできますよね。そうですね。そうですね。やっぱり志半ばでね、3、4年でちょっと辞めさせられてしまった人たちとか、じゃあ、次どんな仕事に就くんだというときに、年金がある程度きちんと確保さればね、こう余裕があると思うんですけど、なかなかそれがうまくいかないから、次の人生に対してのちょっとチャレンジが余裕がなくて、うまくいかなかったとか、実はこの年金の問題は僕もね、継続して取材を続けていきたいなと思っているので、ぜひちょっとウォッチしていきたいと考えてますね。なるほどね。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムはスペシャルインタビュー、労組日本プロ野球選手会初代会長中畑清氏、日本プロ野球の未来を大いに語るのエピソード3、労組選手会と日本プロ野球の未来、メジャーリーグとの関係はどうあるべきかです。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。